皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、情報の更新をしていきましょう。戦争が日常化してしまった現在なわけですが、しかしそれは国力では圧倒的な上のロシア軍に対してウクライナ軍が頑強に抵抗を続けている証拠でもあります。ウクライナに対して最大の軍事支援国だったアメリカがトランプ政権へと変わったことにより、支援国としての動きが今は凍結状態になってしまいました。しかしそれでも前線ではウクライナ軍による戦いが今もなお続いており、ロシア軍の大きな前進といったものは阻むことができています。そうやって時間を稼いでいる間、トランプ政権発足以来、半年以上経った現在になってようやくトランプ大統領もロシアには侵略をやめる気がないということを理解したかもしれません。つい先日、ウクライナ停戦協議に向けてロシアが何らか考えを変えて状況を変えなければロシアに対して強く出るぞということを警告しました。従来は50日間の猶予期間を設けていたことについて、トランプ大統領はこれを10から12日程度にまで短縮するとしています。今回はこのあたりの報道からウクライナ情勢についての関連情報を更新していきましょう。トランプ氏、ロシア制裁猶予10から12日前後に短縮。プーチン氏との対話、もはや興味ない。これまでは50日間のうちに停戦に応じるよう迫ってきたが、攻撃を激化させるロシアに痺れを切らし、圧力を強めた形だ。トランプ氏は今月14日、50日以内の停戦が実現しなければ、ロシアを標的とした二次関税を課すと打ち出し、9月上旬が発動期限と見られていた。これに関し、トランプ氏は訪問先のイギリスで、プーチン大統領にはとても失望している。大統領に与えた50日間を短縮するつもりだと述べた。二次関税は、ロシアの重要な収入源である石油や天然ガスを取引する第三国からアメリカへの輸出に高関税を課すものだ。トランプ氏はプーチン氏と電話で話し、何度も合意に達したと思った。その後プーチン氏はキーウなどにロケット弾を撃ち込み、多くの人を殺害していると不満を示し、プーチン氏との話し合いにはもはや興味がないと突き放した。プーチン大統領には侵略をやめる気がないというのは結構明らかだとは思うのですが、それでもトランプ大統領は一貫してまずは停戦協議だというのを優先してきました。これまでの間、ウクライナに対する軍事支援もやめてしまいましたし、ロシアに対する追加制裁も実施してきませんでした。結局のところトランプ大統領は、まずはバイデン大統領の行ってきた政策を全否定するところから始まったがために、トランプ政権でも引き続きウクライナに対して変わらず軍事支援をするといったことが選択肢になかったわけです。それが結局、プーチン大統領にとっては非常に居心地の良いアメリカの大統領になってしまいました。ようやく少しだけここから修正が図られようとしています。ただし、トランプ大統領はこれまでにも何度となく発言を翻してきた実績がありますから、今回の話について言っても実際に二次関税を実施するかどうかはわかりませんし、さらにはこの10から12日間といった話についても後になってまた伸ばしてしまう危険性もあります。残念ながらこうしたトランプ大統領のウクライナ関連の発言はとにかく何をやったかの行動が起こるまでは発言に対する信頼性がありません。こうした信頼性のなさを生み出しているのは残念ながらトランプ大統領のこれまでの言動のせいです。せめてこの10から12日間の日数をさらに短縮してさっさと二次関税を実施してほしいものです。一方ロシアはラブロフ外相が現在のロシアのプロパガンダの姿勢を示しています。ラブロフ外相、ロシアは西側と単独で対峙。トランプ氏には対話期待も。ロシアのラブロフ外相はモスクワ近郊で開かれた若者向けのイベントに登壇し、ロシアは歴史上初めて西側諸国全体と単独で対峙していると強調しました。ラブロフ氏は第一次、第二次世界大戦では同盟国が存在していたとした上で、今は自国の力だけで戦っていると述べ、現在の国際情勢の厳しさを訴えました。一方でアメリカに関しては、トランプ大統領は現実主義者で戦争を望んでいないと評価し、ロシアはアメリカやヨーロッパ諸国との対話にも常にオープンだと語りました。さて、この発言一体どこがプロパガンダかというと、
単独で戦っているという部分です。現在ロシア軍は北朝鮮をかなり頼りにしています。兵士、労働者、兵器、弾薬、これらが北朝鮮から渡ってきています。砲弾に対する依存度は 40% を超えているのではないかと指摘されてもいますし、死傷者が増え続けている現状においては、北朝鮮からの労働者や兵士の補充といったものは、前線や国内経済を支える一つの要因ともなっています。そして、ウクライナに対する遠距離攻撃で用いられている大型の突撃ドローンシャヘドは、もともとはイラン製です。イランからライセンス生産を許可され、ロシア国内で生産工場を整備、現在の攻撃に生かしています。さらに中国からは、国家として表立った大規模な支援は受けてはいませんが、軍事転用可能な物資については、お金さえ出せば、入ってくるような状況だと言われており、十分な取り締まりは行われていないようです。さらにロシアの国家経済を支えているガスや天然ガスの大口の顧客であり、ロシアの屋台骨を支えているのは中国だとも言えます。こういった姿については、ロシア国民の間には伝えたくないのでしょう。あくまでも自分たちは独力で戦っているという姿をアピールすることによって、国家への奉仕などを若者に求めているのかもしれません。そのようなプロパガンダ作戦といったものを浸透させるためには、政府が世論をコントロールする必要があります。それに関連するニュース、ロシア、人気のアメリカ系通信アプリ規制の動き、国産アプリに誘導、検閲強化狙いか。プーチン政権がロシア国内で利用者数の最も多いアメリカ IT 大手メタの通信アプリ WhatsApp の規制に乗り出す構えを見せている。仮に規制された場合、日本で言えば LINE が使えなくなることに相当する。政権は WhatsApp をロシアから締め出すことで、開発に着手した国産通信アプリなどに利用者を誘導するとともに、国民間のやり取りの監視を強めて反政権的な言動を封じ込めようとしている模様だ。スマートフォン上でのメッセージの交換や無料通話機能を備えた WhatsApp は、ロシア国民約1億4600万人のうち約1億人が利用。通信インフラの重要な一角を占めている。その WhatsApp について、ロシア下院のゴレルキン第一副委員長は、今やロシアからの撤退を準備すべき時だと指摘。WhatsApp の存在が国家安全保障の穴であり、その命運は決していると述べ、規制は確実だとの認識を示した。こうした発言の背景にあるのは、プーチン大統領の指示。非友好国で作成されたソフトウェアの利用に関する追加の制限を9月1日までに講じると記載されていた。さらにプーチン氏は国産通信アプリを開発することを定める法律にも署名していた。タス通信によると、ロシア国内では最近、ロシア IT 大手 VK が3月にリリースした通信アプリ MAX のダウンロード数が急増したという。MAX や国産通信アプリは WhatsApp や Telegram と異なり、通信を管理するサーバーがロシア国内に置かれる。ロシア当局にとっては反政権的なやり取りなどの検閲や摘発などが容易になる。ロシア国内においては政権に対する批判はそれだけで職を奪われたり、もしくは刑務所に入れられるといったこともあります。非常に長期間刑務所にいることになった人物たちに対しては、刑を減刑する代わりに戦場に出ることを強く勧められることなどもあり、そうやって戦場送りにされた人たちが生きて帰れる保証は当然ありません。インターネット上の世論を監視、検閲しようとするロシア政府ですが、国家や企業がサイバー攻撃に対して十分な備えができているわけではありません。ロイター通信、ロシア航空大手にサイバー攻撃、ウクライナ支援のハッカー集団が犯行声明。ロシアの航空大手アエロフロートロシア航空はシステム障害のため50便以上欠航したと発表した。ウクライナ支持を表明するハッカー集団がベラルーシのハッカー集団と共同でサイバー攻撃を仕掛けたとする犯行声明を出しており、ロシア検察当局は刑事捜査を開始した。事件をめぐってはサイレントクローと名乗るハッカー集団が犯行声明を発表。ベラルーシのルカシェンコ大統領に反対し、ベラルーシを独裁から解放する活動を行っているとするベラルーシサイバーパルチザンと共同で作戦を実行したと表明した。サイレントクローは声明で、ロシア・ウクライナ戦争との関連性にも言及。声明で、ウクライナに栄光あれ、ベラルーシ万歳と記した。ベラルーシサイバーパルチザンも、我々は侵略者と戦うウクライナを支援している。アエロフロートにサイバー攻撃を仕掛け、ロシア最大の航空会社を麻痺させていると表明した。サイレントクローは声明で、今回のサイバー攻撃は、1年に及ぶ作戦の成果だとした上で、ネットワークに深く侵入し、
7000台のサーバーを破壊し、上級管理職を含む従業員のパソコンを掌握したと主張。アエロフロートを利用したことのある全てのロシア人の個人データを近日中に公開すると警告した。サイレントクローは今年に入ってからロシアの不動産データベース、国営通信会社、大手保険会社、首都モスクワ市の情報通信部門などに対する攻撃を行ったと犯行声明を出している。今回のサイバー攻撃に関しては、ウクライナ政府の関与などは発表されていません。しかし、国家間の戦争という非常に大きな出来事が起こっている中においては、身代金目的などをはじめとした利益を得るためのサイバー攻撃とは違って、ある国を応援するために相手国に対する攻撃を行う政治目的による攻撃といったものも発生します。サイバー空間における戦いといったものは、平和な時でも戦争の時でも日常的にすでに発生している問題であり、今回、ロシアの旅客機のネットワークが打撃を受けている姿というのは、決して一言ではないでしょう。日本もまたこうした攻撃に耐えられるようなサイバー空間上での防衛部隊の整備といったものが求められています。前線での戦いが続いている中においても、ロシア国内に対する攻撃も重要です。相手国内における軍事施設や軍需産業、そして前線の部隊を支えるための物流に対する攻撃なども重要です。今回報告されたのは物流に対する攻撃、ロシア南部で新たなドローン攻撃、列車運行に混乱今月4回目、ロシア南部の鉄道路線はモスクワの軍事物流の不可欠な部分であり、特にウクライナの占領地域に向けて兵士や装備を輸送するために使用されている。今回標的とされたのは主には燃料を運んでいる列車のようです。現地からの映像が入っています。ただ、この映像を見てもわかるように、なぜそこにこの列車がいることが分かったのかというのが一つ重要なポイントとなります。こうした列車は当然のように物資を運んでいる最中のものであり、ずっと同じ場所に留まるわけではありません。石油貯蔵タンクのように航空写真で場所を確認して確実にそこにあるといったようなものではありません。こうした移動する物体についての攻撃が成功しているということは明らかにロシア国内に協力者かもしくはウクライナ側のスパイを潜入させることに成功しているのでしょう。続いて前線での動きについて、現在ウクライナの戦場についての解説を行うときには、北部戦線、東部戦線、南部戦線といった具合にして、ある程度地域ごとに分けて話す必要があります。南部戦線は全体的に落ち着いた状況なのですが、現在では北部と東部戦線、この2つの戦線で激しい戦いが行われています。北部戦線はスーム州とハルキウ州で戦いが行われています。このうち、この北部戦線においては、ウクライナ軍が状況をうまくコントロールしており、ロシア軍が前に出ようとするところをよく叩き、そして侵入した部隊などについての撃退も成功しています。そのことをキーウポストが報じています。ウクライナ軍スーム州でロシア人数百人を包囲、排除。ウクライナのエリート特殊部隊歩兵連隊の一つが、ここ数ヶ月でおそらくウクライナ地上軍最大の勝利を収める先導役となった。ウクライナの特殊部隊歩兵部隊がウクライナのスームイ地域への侵攻を率いていたロシア軍の3個戦闘旅団の一部を破り壊滅させた。数百人の敵を殺害または負傷させ捕虜を捕らえたと双方の情報源から情報が上がっている。ウクライナの小型ドローン、榴弾砲、ロケット砲に包囲され、数日間にわたって攻撃されるという事態に終わった。ウクライナの公式情報源、主流メディア、独立したオシント研究者、これら全てが国境地域で推定700人のロシア軍とその装備を排除したとウクライナの勝利を確認している。このようにウクライナの北部戦線ではうまくロシア軍の部隊を壊滅させることに成功したようです。しかし一方において東部戦線においてはロシア軍の歩みは非常に遅くはあるものの、数日に1回ロシア軍がやや前進するといったこともあります。そのため一度は取り返したリマンの町にロシア軍が再び迫ろうとしています。また東部戦線ポクロフシクの戦いにおいても町そのものは落ちてはいないものの、その周りの陣地が徐々に削り取られることによって町に対する補給ラインが攻撃を受け続ける状況に陥っています。北部戦線に比べると東部戦線ではどうしても完全にロシア軍の進撃を止めることができていない現状があります。ただし現在のペースでロシア軍が進軍した場合において首都に到達するには数百年かかることが分かっており、今のペースを守り続けてロシア軍に対する打撃を与え続けることは非常に重要です。
ロシアの国力は無限ではありませんし、同様にして兵士についても無限ではありません。国際社会がウクライナをしっかりと支え続けることができれば、ロシアの戦闘能力は確実に限界へと近づいていきます。というわけで今回は政治的な動きやロシア国内でのサイバー攻撃、そして軍事面での話など、ちょっと多分野の話をまとめて皆さんにお伝えしました。トランプ大統領の動き以外に関しては残念ながら大きなニュースにはなってはいません。しかし、それぞれがそれぞれ意味を持って、後にも影響を与える話です。また日本も教訓にしなければならないポイントもたくさんあります。ロシア国内で燃料を輸送している列車が攻撃を受けるには、現地からの情報協力者がいなければ成り立たない話ですし、サイバー空間を守るための体制といったものも、戦争だからではなく日常的なところから国の守りには必要です。そして戦場における戦いにおいても、現在のウクライナの基本戦術はしっかりと守りを固めることによって、ロシア軍の攻撃部隊に対する迎撃をしっかりと行って、ロシア軍の戦闘能力を削ぎ落とし、それがロシアの国力そのものの減衰を目指そうとしています。これは非常に時間のかかる戦術ではあるものの、間違いなく戦争の戦略としては正しい方針です。特に国力としてはウクライナの方が圧倒的に劣っているわけで、この状況を覆すには、時間を味方にしたり、相手の疲弊を待つといった戦術は、古今東西の戦略上においても、その正しさは明らかでしょう。ただこの戦術戦略を成功させるためには、国民の戦う意思をいかにして継続させるかが重要です。現代の人々の価値観といったものは多様化しており、そうした意味においては、国を守るためにみんなで気持ちを固めていくというのは非常に困難な時代です。日本の平和教育は残念ながら戦争すべてを悪だとしてしまう、ちょっと極端な内容となっています。攻めかかってきた方が悪いのであり、守るための戦いは国際法にも認められた合法行為であるといったことをしっかりと教育の中で啓蒙し、国を守るための戦いは決して悪いものではないといったことを人々に根付かせる必要があるでしょう。そうした統一した共通意識といったものがなければ、このような長期戦を戦うことはできません。日本は平和のうちにそのような土台を作っておくことが重要です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は、他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットで動画作成の苦労をねぎらってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。